皆さんこんにちは、こんばんは。先生と申します。そして明けましておめでとうございます。2021年最初の動画はご覧の通り、前回作成した PG アンリーシュドガンダムを塗装していきたいと思います。パーフェクトグレードの塗装は修羅の道だとは思いますが、全集中で頑張りたいと思います。それでは早速動画をご覧ください。早速パーツを解体しつつヤスリがけを行っていきたいと思います。かなりパーツ数が多いので、目立つところだけ選別してヤスリがけを行っていきたいと思います。パーツが一つ一つ大きいので、しっかり表面処理もしていきます。そして無数にあるパネルラインの彫り直しも行っていきたいと思います。いや、これ頭部のパーツなんですけど、このパーツだけでもかなりラインが入ってます。続いてアンテナのシャープ化を行っていきたいと思います。一応フラッグはついてなくて尖ってはいるんですけども、角張っていたのでひたすらヤスリで削ってシャープ化していきます。ある程度形を整えて、はい、こんな感じです。かなりシャープになったと思います。その他このようなパーツにもラインを彫り直して墨を入れた時に立体感が出るようにしていきたいと思います。胸のダクトのこのフィンのパーツにもパーティングラインが入っているので、このようにカンナで削って処理していきます。表面処理は終わりましたが、メッキパーツのメッキを落としてから塗装に入りたいと思います。まずは表面にクリアコート、クリア塗料が塗ってあるので、この剥がし液につけて表面のクリアコートを剥がしていきたいと思います。普通の材だとパーツを犯してしまう心配があるんですけど、このガイアノーツさんのペイントリムーバーだとパーツを犯しにくいということで、今回購入して使ってみました。こちらゴールドメッキだったんですけど、シルバーになってますね。続いてメッキを剥がしていくので、このキッチンハイターにつけて剥がしてみたいと思います。原液をそのままドバドバ入れていきます。ちょっと怖いですけど、ハイターの力ってすごいですよね。みるみるメッキが剥がれていくのがわかります。こんな風にしっかり剥がれるんですね。メッキを剥がし終わったら早速塗装に移っていきたいと思います。まずは内部フレームのダークグレーのパーツですね。この塗料でやっていきたいと思います。左が塗装後、右が塗装前です。あまり変わんないですね。内部フレームが終わった時点でこの量、かなり大変です。まだこっちにもパーツが残ってます。先が思いやられますが頑張ります。グレーの内部フレームにはこのメカサフライトを塗っていきます。こんな感じですね。左が塗装後になります。ちょっと白みがかってますね。その他インサートフレームをメタリックカラーで塗っていきます。まずはメタルカラーカッパーです。こちら足のシリンダー部分、下地は黒サフを拭いています。こんな感じになります。手のクロムメッキのパーツもこのようにカッパーで塗っていきます。肘や膝の見える関節のパーツにはこちらスターブライトアイアンを塗ってます。そして膝裏のクロムメッキパーツも少し派手だったので、このスターブライトアイアンで落ち着かせた色合いにしています。
関節部分の丸いパーツにはこちらメタルカラーのブラスを塗っていきます。こんな感じでゴールドよりもちょっと落ち着いたゴールドになっていると思います。最後にトラスフレームを塗装していきます。使うのはこちらスーパーアイアンです。このように落ち着いた金属色が表現できているかなと思います。外装の塗装に入ります。まずは赤いパーツ、下地はこのピンクサフを使います。こちらの腰の赤いパーツを塗っていきます。まずはピンクサフをこのように拭きます。その後2色でこのように色分けを行います。続いて黄色と青のパーツをまずは下地のホワイトを拭いてから塗装していきます。黄色のパーツは応答色とサンシャインイエローで色分けしました。続いて青の塗装はこちらウルトラブルーを濃い青の部分に塗っていきます。下地に白サフを吹いているのでかなり発色が良くて塗装してて楽しいです。そしてこのウルトラブルーかなり発色が良くて綺麗な青になります。こんな感じです。もう一つの青は今回この RX78 ブルーバージョンアニメカラーというものを使っていきたいと思います。一番目立つ胸部のパーツですね。はい、こんな感じで動画だと少し分かりづらいですがちょっと水色っぽい色ですね。さすがアニメカラーって感じです。最後は白のパーツ、下地はグレーです。そしてこちらもアニメカラーを使っていきたいと思います。 RX78 ホワイト、左が塗装後になります。ちょっと分かりづらいですが左は本当に旧キットのようなプラスチックの色になってますね。色分けはこのニュートラルグレー2で色分けしていきます。こんな感じですね。ちょっと分かりづらいですね。右がサフなんですが、サフよりもちょっと明るい色ですが、しっかり色分けはできています。動画では分かりづらいですけど。はい、ということで塗装が全部終わりました。丸2日ぐらいかかりましたかね。かなり大変でした。これから組み立てに入ります。少しディティールアップしていきたいと思います。長谷川さんのカッパーミラーフィルム、こちらを貼っていきたいと思います。貼るのは膝裏の関節部分ですね。この部分に貼っていきます。模型雑誌の作例を今回参考にしてやってみたんですがどうでしょうか。こんな感じでかなりメカメカしい感じになりますね。一応関節は曲げても削れたりはしません。いい感じ。満足してます。はい、ということで内部フレームが完成したのでチェックしていきましょう。エッチングシールも今回はしっかり貼ってます。そしてこの肘の内側のメッキパーツだった部分も落ち着いたシルバーになってます。そして膝裏のこのディティールも満足しています。しっかりメカメカしい感じが出てますね。そして膝を曲げると連動するこちら膝のシリンダー、カッパーで塗っていますがかなりいい感じだと思います。マニピュレーターもカッパーで塗っているのでかなり落ち着いた感じになっていると思います。それでは早速外装パーツをつけて完成させていきたいと思います。かなり楽しみです。それではやっていきましょう。外装パーツを取り付け墨入れも終わりました。デカール貼りをやっていきます。マーキングシールは今回あまり使わないようにしていきたいと思います。いつも通りマークセッターをつけてこのようにデカールを貼っていきます。位置が決まったら綿棒で水分を押し出して圧着させていきます。こんな感じですね。今回マーキングシールはあまり使わない予定だったんですが、このような大きなパーソナルマークっていうんですかね、こちらは持ってなかったんで使わせていただきました。シールドとすねの部分の
マークシールですね。肩のデカールはなんとか持ち合わせの水転写式デカールを使って表現してみました。はい、デカールが貼り終わりました。こんな感じでたくさんデカールを貼りましたね。PG 用のデカールなんて持ってないので、小さいデカールを固めて貼って大きく表現してみました。それでは早速組み立てていきたいと思います。塗装後のこの組み立ての瞬間というのは結構楽しいんですけども、今回お菓子は格別でしたね。かなり時間かかってますからね。最後に頭部をつけて完成です。やっとできました。どうですか？めちゃくちゃかっこよくないですか？すげえ自画自賛ですけど、自分を褒めてあげたいです。バックパックもグリーンポイント、レッドポイントがかっこいいですね。そしてビームライフル。ところどころをカッパーで塗ってます。デカールも追加してますね。そしてシールド。いや、塗装が大変だった。それでは完成したのでターンテーブルで見ていきたいと思います。パーフェクトグレードアンリーシュド RX78-2 ガンダム。それではご覧ください。どうぞ。はい、今回はパーフェクトグレードアンリーストガンダムを全塗装してみました。いかがだったでしょうか？いや、かなり大変だったんですが、かなり満足しています。もうこれは家宝にします。今年もたくさんガンプラを作って塗装してきましたが、今年もこれを皮切りにどんどんガンプラを作っていきたいと思います。なので今年もよろしくお願いいたします。次は 1G あたりを作りたいところですね。当分パーフェクトグレードは発売されないと思いますけど、このキットちょくちょく再販されてるみたいですね。高額なキットですが作って損はありません。見かけたら購入してみてはいかがでしょうか。
それではご視聴ありがとうございました。よろしければ高評価、チャンネル登録お願いいたします。またアドバイスやコメントもお待ちしております。また次回お楽しみに。バイバイ。